はい、お羊座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月前半の星の解説とタロットリーディングをさせていただきます。それから2025年の星の動きをたっぷりと解説したカペラノート2025年版、これ手帳なんですけども、こちらの表紙も決まりました。ぜひご興味ある方は概要欄やコメント欄から詳細ページをご覧ください。これ実は予約販売のみになってまして、10月14日までの受付になります。そして予約してくださった方には手帳だけじゃなくて、いつも私が占っているタロットの置き方のスプレッドの説明とかですね、そういった PDF もダウンロードできるプレゼントをつけていますので、ぜひご興味ある方は早めにお申し込みをよろしくお願いします。では行きましょう。10月前半です。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。10月前半ですね。前半、はい、節制の逆、運命の輪の逆、カップ2の逆、ソードナイト、ペンタクルスのナイトですね。そしてカップキング、戦車逆、はい、気をつけることや対策がペンタクルスの2とカップの6と、オラクルは吊るし人の逆です。面白い。はい、ちょっとまず星の解説なんですけれども、この10月の前半の星のイベントとしてはもう断然10月3日の金環日食なわけです。でこの金環日食っていうのはその9月にあった月食、そして10月の日食、そして10月17日に今度またお羊座で起こる満月がありますので、ここまでの一連の流れのなんか途中過程って感じがすごくするんですよね。今動いてるよみたいな、みんな今いろいろ学んでるよみたいな時なんですね。そしてこの日食っていうのは非常にエネルギーが実は見えないところでの学びのエネルギーが強くて、今何に学びの光が灯ってるかっていうと、断然もうパートナーシップなわけです。人間関係において自分がどのような関係を築いていきたいですかっていうのがものすごいテーマになってるわけですね。ですからあらゆる角度からそのテーマに沿ったエネルギーが届いてるんじゃないかなと思います。で特に今は9月の23日からですかね、10月18日まで金星もさそり座にあるので、表面的なつながりじゃなくても本質的なつながりが欲しいとか、もっと情熱的になりたいとか、そういった感情がもっとね満たされるみたいな、そういった流れを感じやすいんですよね。でそう思っている、本当は本質的なつながりが欲しいとか願ってるっていうことを自分で認めることによって、そのように変容していきます。変わっていきます、私たちって。なのでまず気づかなきゃいけないっていうのがあるんですけど、それを気づくようにいろんなところからエネルギーが届いてるなって感じがします。なのでお羊座の皆さんはもうそれがあからさまに、人との関係性とか契約とかそういうのがすごく出ると思いますよ。自分がどんな風に人と付き合っていきたいかもそうだし、この契約を継続するのかしないのかとかもそうだし、話すのか話さないのかとか、そういうのもすごく出てくると思うんですが、なのでどちらにしても宇宙の流れとしては非常にそこを応援されています。自分がどうしたいのみたいな、どういう関係築きたいの、そしてこれからのお羊座の皆さんに大切なね気づきが起こってからちゃんとそれを築いていけるような関係性作っていこうねみたいな応援がすごく届いています。でカードでもそれが出ています。ただですよ、ただすごく面白いのが今の自分の思考のままでいくわけじゃないよっていうふうに言われてるんですね。自分のこの今の思考癖のままそうかって言ってうまくいくのではなく、一回外しましょうみたいな自分がこうだと思い込んでる思考やこれがいいんだと思ってるものを一回ちょっと外しましょうっていうのがすごいメッセージです。面白いね。これはきっと外してみるというよりは、物事をじゃあこっちから見たらどうなのみたいな、逆から考えてみたらものすごい面白い気づきがあるんだろうなと思います。これは決して悪いカードではなくて、状況を反転して考えるとか、違う角度から物事を見ることによって大きな気づきがあるよねみたいな。もしかしたら今までは自分で自分のことを縛っていたかもしれない、この思考で。だけど外してみたらこんなに自由だったのとか、それいいの、許されるのみたいな、なんかすごい可能性開けたみたいな感じになるってことなんですね。それがこの10月前半起こりそうだということです。そして現実的なところでいくと、
まずすごく迷ってる感じがしますね。やっぱり節制の逆っていうのは、自分にとってベストなものは何なのか、こっちじゃないか、いやいややっぱりこっちでしょみたいな感じで、自分の中の理想像っていうものももしかしたらブレてるのかもしれません。こういう人間でありたいっていう思い、でも実際は全然そうじゃないんだみたいな、もっとありのままの自分を認めたい、でもそうだったらダメだみたいな感じですごく自分の中で理想となんか現実が揺れているっていう感じもありますし、なんかどちらかの方向にこう弓矢を放って、その放った方向にあとは行くだけなんだみたいなね、決めればそこに行くだけなんだっていうのは、まあお羊座の皆さんはできる方が多いと思うんですけど、その方向を決められないみたいな感じかな。どっちに矢を打てばいいかわからないみたいな、そんな感じかもしれませんね。そしてそれに対してただただ時間が流れているかのような気がするみたいな感じかもしれません。なんだかこうバチッというタイミングでうまくことが運べばスムーズにいくのに、なんだかタイミングがずれてる気がするとか、チャンス逃してる気がするとか、なんかもっと時間が取れればとか、そういう感覚がありますね。なんかそういう焦りのような感覚がありますね。いやそんなことないですよ。時間は皆さん平等に24時間あるから、自分が何に対してその時間を割いているかだけで、それは自分がそのことがね優先だと思ってそこに時間を費やしてるだけですから、決して損してるとか本当にタイミングがないわけではないと思います。そしてここまでの流れでもおそらくですけど、まあ本当にね、前の動画でも言いましたがやっぱり去年の10月のね、天秤座で起こる日食からすごい大きな学びがあったと思うんですよね、この1年通して。そこで得たことっていうのは決して表面的に嬉しいこととかそういうことだけじゃなく、もし何か人との関係で揉めたなとかいうのがあったとしても、それら全部を含めてものすごい学びとしてちゃんとお羊座のね皆さんの中に蓄積されてますよって、それで安心してくださいねっていうことと、なんだかせっつきたいみたいな、そんな感じがあるんですよね。ここでもっと早く進みたいとか、もっとなんか誰かに何かをちゃんと言いたいとか、そんな感じ、せっついてる感じです。でもこれはもしかしたら自分にせっついてるのかもしれません。もっとちゃんとしようよみたいな、さっき言った自分の理想像に対して自分がちゃんとしてないから、もっとちゃんとしようよ、もっと頑張ろうよみたいな、自分に喝を入れてるっていうのもあるし、もしかしたら誰かに対してそれを言いたいのかもしれないですね。どちらにしてもなんだかさっきの時間が足りないとかそういう感覚とちょっと似てるんですけど、なんかもっとみたいな、なんかそんな感じがすごくしますが、カードはいやそんな急がなくて大丈夫だからみたいな、ね、感じで、そんな急がなくても大丈夫ですみたいな、ちゃんと桜の花は季節が巡ってきたら毎年咲くでしょみたいな、そんな感じ。ちゃんとゆっくり進んでいって大丈夫だよって、何もなくしてないし損もしてないし、今のこの現実をしっかり味わいながら進んでいきましょうねっていうふうに言われてるかな。なのでもし忙しいって思ってらっしゃる方も、この忙しいことを体験できてることが素晴らしいことだよみたいな、そんな感じ。そこに翻弄されるというよりは全ての時間が愛おしいみたいな、そんな感じです。それをしっかりと味わいながら進んでいけるよっていうふうに言われてる気がします。そしてまたね、カップのここでコートカードということでね、すごくやっぱり人間関係が豊かだなっていうふうに思いますよ。いろんな人と関わるきっかけがあったり、チャンスがあったり、もしくは今までの関係性の中でもいろんなタイプの人と関わったりとかね、たとえそれが本当にいろんな人じゃなくても、同じ人でもその人の中にいろんな感情を感じたりとか、もっと早く進めたい、いやもっとちょっと距離を置きたい、いやもっと優しくしたいとか、いろんな感情があったのかなって感じがしますね。ソードペンタクスカップってね、まあそういうことを体験できてること自体が豊かだなっていう感じもしますし、そして実際の動きはね、やっぱりそんなに、強いわけじゃないんです。やっぱここで戦車の逆があるので、暴走するのはやめましょうみたいな感じがあって、しっかりじっくり味わいながら今を確かめながら行きましょうねって、急がなくていいよって感じで言われてます。まあそうですよね、そうだと思いますよ。まあ今特に私来年のことばっかり書いてるから、
そう思うんですけど、やっぱり来年お羊座さんっていうのは大きな大きなね波がやってくるわけですよね。そこでどれだけ自分のことを許せるのとか、どれだけ自分の既存のね考えっていうのを緩められるかっていうことなんで、あ、もうそれ入ってきてるんですねって感じがすごいしました。もうこの10月の日食の時にまず魂の目的っていうか、魂のね進化として、こういうことを考えさせられて、そしてこれまた来年の春ぐらいまで続きますから、この学びはね。そして来年の大きなテーマにつながっていくんだなと思いますし、なんせ 10月17日の満月もねすごくお羊座の皆さんピークなんで、そこに向かってゆっくりいきましょう、じっくりいきましょうって感じ。そしてカードも全然焦らなくていいよって感じで言われてます。楽しんでねって、毎日を楽しんでねとか、日々起こることを豊かに感じてねと。でその中で感じる自分の優しさや誰かに対しての思いやりや、こう自分が受け取るものがあったら受け取ってくださいって感じですごく言われてて、この中に決してその自分を責めるとかっていうのがないわけですよ。今は責めてるかもしれないし、これまではもうちょっと早くしたいみたいな思いがあったかもしれないけど、全然大丈夫だよっていう感じ、今で十分やってるよっていう感じがすごくしますね。おそらくね、やっぱりお羊座の皆さんって目標を立ててそこに向かっていくのが得意な方が多いし、そういう時って楽しいからそうしたいんだろうなって気はしますが、自分を無理に鼓舞して高みに持っていかないみたいな感じの方がいいかもしれないですね。今で十分なんだっていうことを感じてみてくださいね。ちょっとお仕事のことを見ています。ワンドの5、ワンドクイーンまた出ましたよ、戦車。ちょっと今このパターンで見るときはちょっと逆位置なしにして見てるんですけど、でも一応私から見ると逆位置なんですね。ここでも逆位置なんですね。ちょっとやっぱり仕事に対してのエネルギーを 100% もしくは今までだったら 120% 仕事につぎ込むっていう風にしてたのを、ちょっと減らすんだなって感じはありますね。やっぱりお仕事だけではないんでしょうね、きっと。こう人生のバランスを取ったり、今パートナーシップとか誰かとのつながりっていうものがものすごく超えていく時だから、仕事という役割をこなしていくことの喜びだけにエネルギーを使わないでねみたいな感じかもしれません。なぜならばすでにその 120% の力でお仕事しなくても十分これまででやってこれてますよみたいな、十分培ってきたものや信頼や基盤があるので、その調子でやっていけばいいんですよって、その 120% じゃなくても大丈夫ですっていう、もう少し肩の力を抜いてリラックスして進めていってねっていう感じがあります。そしてなぜならばなんだかね、こう助け舟が来るみたいな感じがあるんですね。いや私一人でやってますとか、一人で会社を運営してますっていう方も多いかもしれませんが、別にその部下とかそういう方だけじゃなくて、取引先であったとしても友達であったとしても、必要なタイミングで必要なこのサポートが来て非常にうまく回ると。自分が前もこれ出たかな、なんか自分が 120% 全部のことに携わらなくてもちゃんとうまくいくようになってますよって感じもあり、もう一つバンドの5っていうのもやることいっぱいあるし、やろうと思えばやることいっぱいある。でも本当にそれを今携わらなければいけませんかって言った時に、ちょっとこれ置いとけるかも、これはちょっと任せられるかもみたいな感じにできるんだと思います。なので決してなんか仕事運がないとかね、バイタリティが下がってるわけではないんですけども、こう自分の持ってるエネルギーを 100% その仕事というものにぶつけるかっていうと、そうじゃないんだなって感じ。そうしなくても大丈夫なところにあるって感じです、今仕事はね。一番なんか向き合ってほしいのは、自分の他者に対しての在り方っていうか考え方だったり、義務役割の出し方みたいなのがなんか変わる感じがすごくします。ちょっと人間関係見てみますね。ソードナイトそんなになんか言いたいのみたいな、言いたいことがあるのかなって感じありますし、本当はもっと
誰かを探したいとかね、そういうのかもしれませんね。もし出会いを求めてる人だったら。ペンタクルスナイト、とワンド10ということで、人間関係やっぱりいいです。またソードコートカードっていうものが出ていて、人との関係性やっぱね濃いですよ、この時期は。10月の前半で見てますけど、出会うきっかけが多いんだと思います。ただもしかしたらご自身が急ぎすぎていて見過ごしているかもしれないです。人との貴重な出会いや、そこで生まれてくるであろうありがたいことや楽しいことっていうものを自分の役割に一生懸命になっていて見えなくなっているっていうこともありますし、または誰かに対してやっぱ何かを言いたいみたいな思いがもしかしたらあるかもしれないので、それ言ってってもいいんじゃないですか。むしろその10月3日から3日以降、特にですけど、その本当の関係性っていうものを学ぶ時なので、自分にとって本当にこれは伝えたいんだって思うことがあるならば伝えたらいいと思いますよ。ちゃんとそれに対して受け止めてくれる、相手は受け止めてくれる感じがします。でこっちも言えばそれだけですっきりしたみたいな感じがあって、そこで揉めるとか壊れるっていうのは一切出てないんですね。ちゃんと向き合うことによって解消するっていう感じがあるので、素直に伝えていくのがとてもいいと思いますし、すごくその人間関係での学びって何かが壊れてうまくいくみたいな、そういう激しいものではなくって、その現状は変わらないんだけど、その人に対して、もしくは誰かに対して、もしくは契約とかも含めですけどね、それに対しての自分の気持ちや態度や思考っていうものがぐるぐる回ってるだけで、それを一旦吐き出すことによって関係性って落ち着くんだなって感じがすごく出ています。ここでももちろんペンタクスのナイトやカップのキングが出てますし、ここでもペンタクスのキングということで、本当はつながりたいし、本当はうまくいきたいし、もっと安定した関係したいんだって感じだけど、なぜか自分がそうするには頑張らなければいけないと思っていて、その頑張る気力が今はないとか、これ以上頑張りたくないっていうところから躊躇したりとかしてると思うんですけど、そういった考えも全部外していいんだよみたいな、そのままの自分でちゃんと向き合っていけるし、真実を伝えていくことによってうまくいくんだってことが分かるよみたいな感じ、理屈じゃないんだよなみたいな感じです、これは。はい、ということでちょっとまとまりがないような感じもしますが、もう一枚引かせてください。大丈夫ですか。オラクルカードね。なんせだって今パートナーシップの子だとこれだけテーマって宇宙から来てるから、もうそれに向き合うのが一番いいですよね。それに対しては今ある優しさに目を向けて、すでにあるから、そこに自分の思い込みだけを外しましょうっていうのが一番のメッセージです。はい、コンシャスステップというカードが出ました。このカードを見て何かしら思うことがあればね、皆さんも直感を使ってメッセージを受け取ってみてくださいね。やっぱり本当に求めていたことに向かっていきましょうと、その一歩を踏み出しましょうって感じがします。意識的に一歩を踏み出しましょうと。でそれがお仕事の挑戦でもいいし、自分をもっと好きになるための一歩でもいいし、自分これまで頑張ってなかなか成果出ないなと思ってたことに対してそれを確認する一歩かもしれないし、もしくは誰かとの関係性においても素直になって何かを一歩踏み出すっていうのがすごくいいような気がしました。はい、ということでここまでにしておきます。またね、すぐに年末までの流れ気をつけることを見る動画をアップしますので楽しみにしててください。もし何かしら良かったりとか分かりましたという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると本当に嬉しいです。ということで今回もありがとうございます。いい時間をお過ごしください。失礼します。